こんにちは、こんばんは、はるです。軽自動車のハイジェットカーゴを中古で購入して、自分で DIY をして、バンライフ仕様、軽キャンピングカーを作っていってます。今回はレッドニングの作業を行っていきます。動画を見ていってください。デッドニングとは何かということを簡単に話したいと思います。車のデッドニングとは、制振材や吸音材を車体の鉄板部分などに貼っていく作業のことです。この制振材を貼り付けることにより、ロードノイズ、騒音時の振動を防ぐことができます。そして吸音材などを貼り付けると、車の外の音を防いだり、車内で発生する音の反射を抑えることができ、車内で快適な空間が得られるというのがデッドニングの特徴です。天井などに制振材や吸音材などを貼ると、例えば雨が降った時の雨が鉄板を当たる音などが軽減されたり、ドアなどに貼り付けるとドアを閉めた時の音などが軽減されるといったことが期待できます。僕自身もレッドニング作業というのは初めてだったのですが、作業をやってみてコツや自分が気づいたことなどを話していけたらと思います。制振材、制振シートとも呼ばれる場合があるんですが、僕は Amazon で購入しました。こちらの今画面に表示されている商品になります。値段は1690円でした。こちらが制振シート 40mm×100mm× 厚さが 2mm で40枚入りです。防音断熱マット、吸音マット、自動車断熱フォーム、デッドニングという風に記載されています。このような形で初めからカットされている商品になります。制振材を購入するときにアドバイスが2つほどあります。まず制振材を購入するときはなるべくですね、カットされている方を購入することをお勧めします。カットされていない制振材も売っていて、値段も安いものもありますが、材質的にカットするのがめちゃくちゃ大変な作業となってます。まず硬くて切りにくいので、ハサミで切ると手が痛くなるぐらいきついです。強力な粘着素材ですので、ハサミもすぐに切れなくなります。かなりの力がいります。なので相当時間もかかるし、切りにくいということで、僕は初めからカットされているこちらを購入しました。Amazon で制振材とか制振シートというふうに検索すると、ものすごくたくさん商品があります。で、僕は値段的にも安くて40枚入りということだったので、こちらを購入しました。こちらはカットされている商品なので、すぐに貼り付けることができます。ですので、ポイントとしてはカットされている商品をおすすめするということと、こちらの今画面に表示されている燃えにくい素材みたいなことがちゃんと書かれているものをおすすめします。僕が今回購入した商品のリンクは説明欄に貼っておきますので、よければ見てください。ということで、作業の方を見ていきたいと思います。まずは天井の純正マットを外していきます。純正マットを外す前に、あらかじめ4本の針は外しております。ハイゼットカーゴは4本の針があって天井を支えているのですが、その針は左右のボルトを外すだけで簡単に外すことができます。外したら、今映像に出ている純正マットは両サイドに引っかかっているだけなので、真ん中の方を下げて引っ張ると簡単に取れます。特に難しいということは何もないです。こんな感じで純正マットを外していきます。びっくりするぐらい簡単な作業なので、すんなりいくと思います。純正マットを外したら汚れを落としていって、その後脱脂の作業があります。簡単に言うと油膜取りですね。脱脂の作業をすることによって、これから貼る制振材や両面テープなどがちゃんとくっつくようにするということになります。この脱脂の作業をちゃんと行わないと、数日経つと制振材が剥がれたり、両面テープが剥がれてしまいますので、脱脂はしっかり行った方がいいかと思います。で、この脱脂に使うものなんですけど、シリコンオフやパーツクリーナーを使う人が多いのですが、僕は今回実験的に
ガラス用の油膜取りを使ってみました。理由はめちゃくちゃ安いからです。で、結果から言いますと、数日経っても制振剤や両面テープが剥がれることはなかったです。なので、おすすめできるかと思いますが、純正マットを外した後の天井がめちゃくちゃ綺麗だったので、同じように綺麗だったら大丈夫なのかなと思います。ものすごくベタベタしているとか汚れがひどい場合はしっかりと汚れを取り除いてシリコンオフなど強力なものでちゃんとやった方がいいのかなと思いますが、天井が比較的綺麗な場合はガラス用の油膜取りでも問題ないのではないかと思います。脱脂の作業を行ったら乾いた布で綺麗に拭き取っていきます。今回天井に制振剤を貼って側面のとした場所にも制振剤を貼っていきます。この作業結構腰が痛くなります。綺麗に拭いたので制振剤を貼り付けていきます。映像は倍速で再生させてます。で、この制振剤の間隔なんですけども、どれぐらいの割合で貼っていくかっていうのをいろいろネットで調べたんですけども、結構アバウトで結論から言うと自由な感じ、好みでいいのかなっていうことになりました。2割から5割ぐらい貼ればいいっていう人もいるし、3割から6割ぐらい貼ればいいっていうサイトもあり、様々な意見だったので、好みで貼っていけばいいのかなと思います。あと、この制振剤を貼った部分は最終的には見えなくなるので、間隔とかもあまりこだわらないでいいのかと思います。僕は撮影するにあたってなるべく綺麗に見えた方がいいのかなということで、綺麗に貼ってるだけです。あと、制振剤も最低限の枚数を貼って少ない枚数になってますが、実際は撮影の後にかなり枚数も増やして貼っています。で、今映像に見えているこのローラーを使うってことを絶対にやった方がいいです。これもいろいろ調べてローラーを使った方がいいっていうふうに書かれていたので試してみたんですが、ローラーを使ってきれいに圧着させる、きれいに押し付けて空気を抜くということになると思うんですが、このローラーを使って貼り付けた場合と手だけで貼り付けた場合では全然違います。手だけで貼り付けた場合は数日経ったら剥がれて落ちていました。ローラーで綺麗にやった場所は数日経っても剥がれ落ちることはなかったので、ローラーでやってください。今映像に映っているローラーは100円ショップで買ったゴムでできているローラーになります。一応最低限貼った映像がこんな感じです。かなり少ない枚数なんですが、最低限の枚数ですね。これは一応少なすぎだと思います。ここからさらに今貼られている量と同じぐらいの数をまた貼ってます。イメージ的にはこんな感じです。一応こういう感じで全体に制振剤を貼りました。ここまでの作業は特に難しいことはないです。純正マットを外して掃除して脱脂して、それから制振剤を好きな感覚でローラーを使ってきれいに貼っていくだけということになります。こんな感じで側面も貼っています。制振剤を貼り終わったら次は断熱シートを貼っていきます。断熱シートもいろいろな種類があります。僕は安くで購入できるホームセンターや100円ショップに売っているいわゆる銀マットと呼ばれるものを購入しました。とても安いです。断熱材の材料費は800円ぐらいでできました。いろいろな方を見ているとしっかりとした住宅用の断熱材などを貼っている方もたくさんいらっしゃいます。ホームセンターなどに行くと住宅用の断熱材もとても安くで売られているので、あとは好みによるかと思います。あと僕は沖縄県で遊ぶ車両で県外には行かないので、まず雪が降らないということで全然寒くないのでこの安い断熱材でいいかなと思いました。ただこの100円ショップとかホームセンターで売っている100円200円で購入できる断熱材なんですが、この断熱材は3枚重ねにしています。映像では1枚貼っているだけの状態なんですが、最終的には3枚重ねにしております。これも好みだと思いますので、簡単にやってみたいなっていう人は僕と同じように安い銀マットを使って断熱をやってみて、
で、2枚重ね、3枚重ねとかやっていってもいいんじゃないかと思います。これは天井にも貼って、側面の板の中や最終的にはドアの内張りも外して、その中にもこの銀マットを貼っています。で、結果的に貼るのと貼らないのでは車内の温度だいぶ変わってきます。やはり安いものでもいいから断熱シート使うのはいいのかなと思いました。1枚だとさすがにちょっと効果は弱いのかなと思いますので、最低でも3枚重ねぐらいにすれば安く抑えられて効果も出るのではないかと思います。あと僕の場合はこの断熱シートを天井に貼った後に天井の板張りもやってますので、だいぶ涼しくなってます。こんな感じで両面テープを車両に適当に貼っていって、でまた適当に断熱シートを天井に貼っていってます。これも特に難しいことはないので簡単にできるかと思います。で、先ほどのラッシュをしっかり行っていないと、この両面テープも翌日に剥がれ落ちたりしていることもありますので、ラッシュはしっかり行って両面テープもしっかり、僕はローラーを使って押し付けて両面テープも貼っております。で、細かいことを一つ言えば、この両面テープもいろいろ種類があって、鉄には向かない両面テープだとかいろいろ種類があるので、購入する前に何に向いている両面テープなのかっていうのを調べてから購入してください。あと両面テープには厚みも種類がありますので、適した厚みを購入するといいかと思います。こんな感じで銀マットの銀の部分を僕は上向きにして断熱シートを貼ってみました。沖縄なので先ほども言いましたが、雪は降らなくて冬ははっきり言って寒くないんですよ。意外と暖房器具とかもなくて車内で過ごせれるので、個人差はあると思うんですけど、僕は大丈夫なタイプなので、暑さのみがちょっと暑いかなと思うんですけど、簡単な銀マットをつけることにしました。もちろんそれも個人差があるので一概には言えないんですけど、好みで銀マットをつけてもいいし、住宅用の断熱シートを購入してつけてもいいしっていう感じだと思います。あと天井を板張りするのかしないかでも変わってくるかと思います。で、横の方は電気配線とかが今からあるので、とりあえず両サイドだけは開けて、今回は真ん中の部分だけ断熱シートを貼って終わりました。横の方も適当に断熱シートを貼っていきます。デッドニングと言われる作業で断熱シートと制震剤を貼る映像を見ていただきました。ということで今回なんですけども、簡単な説明でありますが、デッドニングの作業となります。天井の純正マットを外して脱脂をして制震剤を貼って、その後断熱シートを貼るといった内容になります。今回の動画は以上となります。もし同じように自分で軽キャンピングカーをこれから作っていくという方などがいましたら、こちらの動画で少しでも参考になれば嬉しいです。わからないことや質問などがあったらコメント欄より質問していただければ、わかる範囲であれば答えていきますのでコメントしてください。今後も軽キャンピングカーを作る動画を上げていきますので、よかったら高評価、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは今回はこれで動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。